まあ本当はホームレスにならない方がいいんだけどね、原因あるわけよ。俺みたいにね、いろんなことあって落ちてくる人いるし、対人関係でこう鬱になってね、ギャンブルやって住むところがなくなってさ、それとかコロナでリストラあってで住むところもないで、行き着く先がホームレスになったと。それはね、まあ、しょうがないんだ。誰にでもあり得ることやから。心構えとしてはこれから先ね、もう冬に向かって寒くなるわけだから、まず1番目、雨露がしのげるところ。なるほどなるほど、こういう屋根があるところ、それと繁華街は絶対行かない方がいいと思う。それはなぜですか？酔っ払いがさ、ホームレス見たら手出す可能性もあるわけ。実際そういう時あったから、よそでは。だからそれは気をつけた方がいいんだよ。ホームレスの心構え、衣食住の住の部分では、まず屋根がある場所、治安がいい場所、でもよく屋根がない公園とかにもホームレスの方が多いじゃないですか、なぜあそこに住んでるんですか？全体が見えるからってね、何かこうどこから来てもさ、すぐ分かる。こういう閉鎖された空間だと逃げる場所がなくなってしまう、これ入り口と出口がないからさ、まず周りのね、他のホームレスはここにいるかどうか確認して、住んでるかどうか、住んでないところに改めて行かない方がいいと思う。その自分から新規開拓はしない方がいいんですか？でそうするとプロレスの人にあんな細いプロレスラーいます？いや、いる、プロレスラーいる。へえ。なんだっけ、長野ガッテン。あ、長野、長野さんあんな細くないよとにかく前にいる人がいた方が安心なわけだから、安心だからそこに住んでる。なるほど、逆に周りに人がいないからそうそうって言って住み始めるのは危ないと。そうそう衣食住の食の部分を教えてもらっていいですか？俺の場合は一応ここでね、炊き出しする人いるから、その炊き出ししてくれるかしてくれる場所なのか、それも考えた方がいい。もし分かんなかったら役所に行ってね、ここは炊き出しする場所を教えてもらいたいですがって行けば、生活安全かっていうのがあるから、そこに行ってもらってこう教えてくれるから。そうなんですか？炊き出しの場所って市役所行って教えてくれるん書いですか？てくれるから。そうなんですね。ナムさんもこの館内に住む前に市役所で炊き出しのことは聞いたんですか？聞きました。衣食住の衣類の部分はどういう考えですかね？中区だったら寿のとこに生活館ってあるから、何か着るものがないって言ったら一回相談乗ってくれるから。それなんですか？役所ですか？ NPO 都内とかにもいろいろあるんですかね、そういうある NPO は。どこでもある。相談乗ってくれるから、その着るものの、例えばもらえたりもするんですか？もらえる時もある。ただやっぱりこの時期になるとやっぱりもらい来る人が多いから、初めての人は来れる。なるほどね。何回も行くともらえなくなってしまうと。ナムさん的ホームレスの心構え、衣食住聞かせていただきありがとうございます。ちなみにナムさん的にホームレスになって辛かったことって何ですか？電車の音。なるほど。それといつ何時襲われるかも分からない恐怖感。ちなみにナムさんにとってホームレスとしての楽しさって何ですかね？自由だからね。好きな時に寝れる、好きな時に起きてどこでも行ける。失うものないからさ。ゆうさんお久しぶりです。お久しぶりです。ちょっと今ナムさんにホームレスについての心構えをちょっと何やな。ゆうさんにとって何が一番しんどかったですか？ホームレスになって。何がしんどい？自分金のないのはやっぱりしんどいんじゃない。ここにいればこんなに食いっぱぐれっていうのはないよな。じゃあ逆にホームレスとして楽しかったことって何ですか？やっぱりいいか。いい友達に巡り会えたと。じゃあ話会の会長だからね。話し会の会長と副会長。副会長ですね。じゃあゆいさん、最後にこれからホームレスになる人へ一言もらっていいですか？なるだけトラブルにならないようにすることだよね。
やっぱりトラブルになればやっぱりいくらくもなるし、じゃあこれからホームレスになる方はトラブルは避けた方がいいと。すいません、お久しぶりです。あ、どうも。鈴木さんはこの間ウーバーイーツした時まではちょっとホームレスだったんですが、今は今はまあちょっといろいろナムさんからもアドバイスいただいて、きちんと雨風しんでいるところで過ごすことができてます。ドヤに入ったということですか。そうですね。ナムさん相談乗ってくれあげたんですか。大したこと言ってないんだけど。そんな恥ずかしがってホームレスにをしてみて辛かったことって何ですかね。辛かった。結局一人なんで、そういう孤独感、あと精神的にかなり不安定な状況だと思うんですから、そういったのは一緒になって、精神的にはかなり辛かった。じゃあ鈴木さんにとってホームレスになって楽しかったことっていうのはなかったですか。ただなってそれでナムさんからアドバイスを受けて、精神的にも肉体的にもかなり良くなって、そしてまたちゃんとしたところに住んでいるので、まあそれは僕にとって良かったので、まあ楽しかったことはちょっと違うんですけども、そういうところがナムさん相談乗ってあげてたんですね。うるさいよね。だから静かなんですね照れくさがって。お金があるうちにまず最初に必要なやつはガムテープ。こういった段ボールの補強とかにやっぱり必要なんですね。で、一人その段ボールを取るにあたってこういう時にこういうふうにこう支えるの。これなんすか。これ支える段ボールをあ、突っ張り棒か。そう突っ張り棒。なるほどなるほど。俺もこうやって使ってる。地面との支え棒が必要なんですね。ビルなんかでも柱なんかそういうことだもん。なるほど、柱代わりだ。そうそう。でもナムさん建築やってたからそういうのも思いつくんですね。最後の3つはやっぱりホームレスやってるとさ、やってられないじゃん。だからワンカップ飲まないとやってられないよほんと。これ、はい買ったんだけど、はい。まあ一応ね動画でこうやっておすすめでやったんだけど、俺らあ、確かに。今ノンアルコール飲んでるからさ、あやっぱ俺の仲間にはこれあげるわ。あ、これは優しいっすね。うん